はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はね、ついにやってきましたエクストリームレート製のデュアルセンスエッジの背面ボタンを4ボタンにするキットですね。ビヨンド背面パドルキットっていうね、名前で売られているもの、こちらをね、レビューしていきたいと思います。ずっとデュアルセンスエッジちょっとね、背面ボタン2ボタンしかないっていうことでね、物足りなさを感じてたんですよね。背面4ボタンになることで一気にできることの幅が広がってですね、特に FPS ゲームとかですね、こうやって右スティックから親指を離さずにですね、ゲームがプレイできるようになるっていうことで、かなり快適性が上がるっていうことで、かなり注目をしてました。この製品が発表されてからですね、実際発売されるまで多分1年以上かかってるかなと思うんですけど、やっと来たので、こちらの製品をこのデュアルセンスエッジに組み込んでいってですね、実際にゲームで使ってみたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい、でモノルの方でこちらのキットの詳細見ていきたいんですが、カスタムパーツということでデュアルセンスエッジ用のカスタムパーツになっています。デュアルセンスエッジがないとですね、使うことができなくてですね、背面4ボタンになるっていうそういうキットで LCD ディスプレイですね、こちらがついているっていう形になります。価格は Amazon で現在7191円ということです。でですね、カラーバリエーションがめちゃくちゃいっぱいあってですね、純粋なブラックからクリアとグレー、クリアとブラックですね。今回使用したのはこのクリアになります。他にこういうニューホープグレーっていう色もありますね。で、全体がブラックになっているもの、ホワイトとグレー、ホワイトとブラックっていうね、こういった6種類のカラー展開あります。お持ちのデュアルセンスエッジの色と合うような色っていうのをね、つけてあげたらいいかなというふうに思いますね。はい、まずは開封ちょっとしていきたいんですが、はい、中身の方ですね、こういうプラスチック製のね、いろんなパーツとかですね、あとはこれはわざわざこんなもんついてるんですね。スティックモジュールのカバーとかね、もちろん背面4ボタンになるんで、バックパネルとかもついてきますね。あとは基板類とか細かいネジ類とかですね、いろいろと、ね、かなり部品点数は多めになっているような気がしますね。なんでこれ結構ですね、組み込むの大変だと思います。実際ですね、販売ページにも結構難しいですよっていうような注意書きも書かれてるので、組み込み自体ね、割とハードル高めな製品になってるかなと思うので、そちらね、ちょっとどのぐらい難しいかってとこも見ながら組み込みの方をやっていきたいと思います。はい、まずはデュアルセンスエッジの方を分解していきますね。まずトリガーストップの方を解除して、一番上の方にこのレバーをやってあげて、背面ボタンを外します。そしたらこちら分解に必要なドライバーとプライヤーですね、あとはネジ類とかが全て入った袋がありますので、こちらを開けてですね、よいしょ、このプライヤー使っていきます。まずは R1 と L1 を外してあげてと、意外と外れんな。はい、この辺りはね、デュアルセンスはだいたいこういう風に L1 や R1 ボタンを外してあげて、でここにあるネジを外すっていうね、そういう分解の流れになりますね。でその前にこれも外さなきゃいけないですね。はい、このね、スティックモジュールカバーも外しておきたいと思います。で、スティックモジュール外しますね。はい、で、このね、スティックモジュールの裏面のパネル、ここがね、全体的に外れてきます。はい、こんな感じでね、この間にこのツールを挟んでいくとですね、自然とこの後ろのパネル外れてきますね。よいしょ。結構ここがね、地味に外すの難しかったりするんですけど、はい、まずね、ここのパネルを外すのが一つのハードルがね、ちょっと高いところになってくるかなと思いますね。はい、こうやって外れてきます。こんなパーツがね、ついてるんで、ここの黒いツヤありのところがね、境目になってるんで、これをね外すっていう感じですね。はい、外れてきました。そしたらですね、ここにあるスライダーですね、さっきのスティックモジュールのカバーのスライダー、これを外していきます。
これ外すとき、ここにバネがあるんで、これをなくさないように気をつけなきゃいけないです。スライドしてですね、スライドして浮かしてあげるっていう感じなんですけど、はい、浮いてきましたね。でこのバネと一緒にこのスライダー外しておきますね。こういうペイント用の塗料の皿みたいなやつを使ってますけど、こんなやつに入れておきましょう。で、ネジがね、この個体の場合ここに2個ついてます。ものによってはね、こことこことここの3箇所もネジ止めされてるみたいですけど、私の個体はね、この2つだけなんで、この2つのネジ外しますね。でこっち側の両サイドのネジも外したり、ここにもネジがあるのでこれも外して、さらにここのネジですね、 L1L2 のとこのネジも全て外していきます。はい、合計で123456788個のネジが取れたらですね、これでバックパネル外していきます。ここはね、そこまで外すの難しくはないと思うんですけどね。よいしょ。はい。1箇所だけ爪があるんで、これを外していくんですけど、ちょっとだけ斜め上にこうやって、引き上げる形で外していきます。はい、そしたらここにネジが1個あるので、これを外してくださいっていうことですね。これね、ちょっと特殊なネジになってるんで別で置いておきますね。これでこういうね、ちっちゃなパーツ取れてきます。これは一緒にバックパネルと置いておきたいと思います。そしたらバッテリーだけこれ外してね、置いておきます。上に持ち上げてあげると外れてきますね。そしたらですね、ネジいっぱい見えるんですけど、外すべきところっていうのがあってですね、まずこのバッテリーのカバーのところのここですね、ここにある1個を外します。ちょっとコネクタ類いろいろ外していきます。よ。1個。2個。で、ここですね。3個。4個で。ここにあるマイクのケーブルも外しておいた方がいいですね、多分。リボンケーブルは完全に外してしまいます。で、トリガーのところって別体のモジュールみたいになってるんですけど、ここのネジ、ここにあるネジですね、この1個、この3つ外していきます。そしたらね、このトリガーのモジュールがガバッと外れてきますね。はい、トリガーのモジュール外れてきたんで、ここのリボンケーブルを外して、よいしょ。はい、このトリガーのところのモジュールが外れてきます。反対側もよいしょ、外してあげてですね。でここのネジもね、外しときますね。でこのバッテリーのところのネジと、ここの左右2箇所のネジですね、これですね、これを外すと、こっち側のマイクの端子も外さなきゃダメですね、これ。はい、これでおそらく、はい、こんな感じでバッテリーのブラケットとね、背面ボタンの仕組みのところが全てガサッと外れてきました。でマザーボードにつながってるここですね、これを外してあげます。そうするとマザーボードが外れてくるってことみたいですけど、ここにね左右に爪があるんで、これをうまく避けながらですね、曲げすぎるとねこれ折れるんで、ここの爪は気をつけてですね、はい、マザーボードが外れてきました。こ
こにですね、こんな感じで接着されているスピーカーがついてきてるんで、これもね、落ちないようにだけ、なくさないように気をつけなきゃいけないですね。はい。で、ここで見えてるところとしてですね、まずこのマイクのところですね、ミュートボタンを外してくださいということです。はい。ちょっとね、手前に引っ張りながらやると外れてきました。3箇所外せっていう風に言ってるんですけど、私の答えではネジ2箇所だけだったんで、この2箇所のネジ外します。はい、そしたらこのですね、中間フレームが全て外れてくるってことですね。はい。ね、モーターのところからこうやって外していくと外れやすそうです。で、ここのケーブルがちょっと挟まるんで、これだけ気をつけたら、はい、こんな感じでね、はい、中間フレーム外れてきました。はい、で、この段階でここにちっちゃなバネが2個入ってます。こんな、全然ピント合わないですけど、ちっちゃなバネがあるんで、これはなくさないように気をつけて外します。で、ここのね、ネジ2箇所を外していきますね。はい。で、オプションとクリエイトボタンの2つっていうのもね、簡単に外れてきますので、こちらも外しておきます。でもなくさないように置いておきますね。で、タッチパネルの爪が外れるってことなんで、ここをね、外してあげて、で、ここの真ん中のところが外れてくるということです。はい。外れてきました。ここまでで一旦分解は終わりで、ここのリボンケーブルを外してやって、よいしょ。製品に付属のリボンケーブルに変えろってことですね。こちらのね、ケーブルに変えていきます。こういう向きでね。はい。はい。こんな感じで入りました。そしたらちょっと折り曲げてあげろって書いてますね。どこで折り曲げたらいいのかわかんないですけど。エクストリームレートの E ら辺で曲げたら1本いいんで、この辺で曲げてあげて、で、こいつも内側に折り曲げてあげます。よいしょ。こんな感じですかね。で、タッチパネル元に戻してあげます。ここの穴にですね、ケーブルを通しますね。よっ。で、爪をカチッとはめてあげれば、それで固定されますね。で、ここの2つのネジを元に戻しますと。はい、戻りました。オプションとクリエイトボタンを戻したら、反対見てね、ボタンがちゃんと入ってるか確認しますね。これ左右反対に入れてないことを確認しますと。で、ここにあったバネを元に戻します。はい。で、こちらの中間パネルの方を元に戻していきますが、この時にここにある穴に、このね、ケーブルを入れていくっていうことですね。はい。そしたらね、私の答えは新しいバージョンなんで、ネジがここでないんで、一旦この状態でミュートボタン元に戻していきます。よいしょ。はい。そしたらこちらのメインケーブルですね、これをインストールしてくださいってことなんで、ここに、これもね、裏表があってですね、こっち向きが正解みたいです。こうですね。こんな形で、両面テープ側がね、手前に来るようにして付けなきゃいけないみたいですね。よいしょ。はい。で、この状態でマザーボードをインストールしてくださいということです。ここでね、だいたいスピーカーがちょっと問題になるんで、スピーカーをちゃんと、スピーカー一回外してこうやってね、こっち側に乗っけてからこうやってマザーボード乗っけた方がいいかなって気がしますね。OK。
はい。で、タッチパッドのケーブルをここに入れます。で、マイクの方のね、ここのマイクも入れておきますね。はい。で、ここにですね、こんな感じでロックがかかるような端子があるので、ここにですね、このタッチパッドのケーブル、もう一本出てる、分岐してる方を入れるってことですね。で、ロックを下ろしてあげて、よいしょ。はい。これでしっかりと接続が行われますと。感じですね。はい。で、こちらのバッテリーの方のね、ブラケットの方を元に戻します。で、ここのスクリューですね、ここのネジを3箇所止めてしまいましょう。で、このね、一回外しといたモーターのコネクタをつなげておきます。まあこれ外さなくてもできるっぽかったですけどね。外した方が作業はやりやすいですが、外す時にね、この白いコネクタが破損する可能性があるので、まあできたら外さない方がいいかもしれないですね。で、マイク端子もつなげておきます。で、ここからね、トリガーの方を変更していくということで、リボンケーブル外してネジを2本外します。よいしょ。はい、そしたらこんなね、ちっちゃなトリガーストップのね、パーツが外れてくるんで、ここのちっちゃな黒いネジ、これを外していきます。そしたらこの銀色のパーツが外れてきますね。よいしょ。はい。で、トリガーロックを下に押し下げてやって、で、ここのパーツ、これだけが取れてくるってことですね。はい。確かに取れてきます。で、トリガーストップのこのね、レバーをこう左に押し合って、下に押し下げながら外せってことですね。はい。でですね、この新しいですね、この製品に付属のトリガーストップ、こっちに入れ替えろということですが、左右がありそうなんで、どっちが正解かな。おそらくこっち、こう見てこうだから、そうですね。標準で付属している方がこっちで、これが新しいトリガーストップのスライダーですね。ちょっとここの傘が違ったりとか、角度が違ったりするので、こっちに変えなきゃいけないってことですね。うん。これはなんかこう、下に押し込むだけでつきますね。はい。はい。で、元からついていたこのトリガーロックのところを、つけるんですが、どういう風につけたらいいんだ。あ、こうか。で、これをスライドさせながら入れろと。こっち向きですかね。むずい。こうやね。こうやってスライドさせながら。こうですね。うん。はい。で、さっきのちっちゃな銀色のパーツを元に戻してあげます。で、さっきのトリガーのモジュールの方にね、これを元通りにつけていくっていう感じですね。はい、できました。うん、なかなかこれが大変かもしれないですね。これと同じ作業をね、こっち側の逆側のトリガーの方にもやっていきます。はい、そしたら元通りにですね、マザーボードの方にこれを乗せていきます。はい、ここまでできたらね、左右3箇所のところのネジですね、1箇所、2箇所ですね、こことあとこの中の1箇所、この3箇所のネジを締めていきます。はい、できました。はい、でこの振動モーターのケーブルをですね、ここにある
トリガーの方のね、引っ掛けるところがあるので、そこにこう引っ掛けていってあげますということですね。はい、できました。そしたらバッテリーを元に戻します。今のところそんなめちゃくちゃ難しいなっていうねところはないかな。はい、上から押し込んであげるとつくので、このケーブルを避けるようにしてバッテリーを収めてあげますと。はい、はい、で位置をうまく合わせて、これをこの位置で止めなきゃいけないって言ってますね。はい、両面テープで貼り付けていきます。で、先ほどのトリガーから来てるケーブルをロックのフラップを外してあげて、で入れていってあげるってことですね。でコネクタ類をさらにこのケーブルをここの間にある白いコネクタにさせと言っています。これは何らかのピンセットないと難しいですね。で、この L 字に出てるやつもですね、ここのコネクタに入れてくださいってことです。なかなか複雑だ。はい、この段階でこちらのよいしょ PCB を接続して動作テストをしてくださいってことみたいですね。そしたらこの状態で一旦パソコンにデュアルセンスエッジをつなげます。よいしょ。綺麗に光る。で、ゲームパッドテスターですね。ちゃんと LB、RB のトリガーのところが機能してますね。こうしてもちゃんと1になる。素晴らしい。01のデジタルトリガーにちゃんとなってますね。ちゃんとここまではいけたっぽいですね。はい。ちゃんと全部のボタンが反応するんで問題なさそう。よかったよかった。テストのために2つのボタン K1 とこのトップにあるボタンですね。ここにちっちゃいボタンがあるんで、この2つを長押し。はい、テスティングって出ます。テスト OK って出ましたね。はい、そしたらここでいよいよ背面パネルが出てきます。最初に外したこの USB ポートカバーですね。こちらをここに装着していけということですね。それでこのパーツですね。スライダーのよいしょ保護パーツというかね、もともとデュアルセンスエッジにもついてますけど、これ、4つ入ってるんで、ね、失敗しても2つ余りが出るんで、失敗しても大丈夫なようになってますね。まずはこちらよいしょで、こっちですね。で、これ方向がないな。方向はないのか。さっき貼り付けたこのカバーの下側にこれをこっちをね、滑り込ませるように入れていくということです。で、こいつを一番トップまでスライドさせておけと。これでいいかな。はい。でもうこれでね、閉じちゃっていいみたいなんですけど、 PCB だけ外さなきゃいけないですね。よいしょ。で、このトリガーストップのスライダーを一番上にして、よいしょ USB ケーブルも外して、ここの口からですね、このケーブルをね引っ張り出してあげるということみたいです。デュアルセンスエッジってこのバックパネルつけるの結構難しいんですけど、こうしてL2、R2 を避けながらですね、斜め下方向にこう入れていく感じですね。はい。これで入ります。で、ちゃんと、このね、スライダーカバーのところがしっかりと、スライダーのこのつまみがしっかりと出てくるようにもしなきゃいけないですね。いい感じ。よいしょ。割とこれいいですね。デュアルセンスエッジのこのパーツは段差とかが全然出なくて、しっかりとサイズが綺麗に作られてる気がします。 OK。 で、バックパネルのネジをね全て締めていきます。こ
このですね左右のネジ、これだけねこういう黒くて長いこっちのネジになってますので、それだけ注意が必要みたいです。で L1、L2 のところのネジも忘れずに締めましょう。で、このスライダーですね、こちらもしっかりと元に戻していきます。はい、つきました。はい、そしたらこのカバーですね、下側のカバー、こちらをつけていきます。はい、できました。そしたらですね、バックパドルの方を作っていくってことです。これですね、このパーツをここに、こうかな、反対か、こうかな、こうつけるのかな、そうですね。タッチパッドをつけるときに使ったネジを使えってことなんですけど、おそらくこれですね、短めの黒いネジ、これを使います。今言われても分からへんっていうね、またタッチパッドまで分解せなあかんのかっていう気はしますけどこれで間違いないはずです。また分解するときはここまで分解しなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくささを感じますけど、はい、でこれを使うらしいです。こちらのですね、このはい、こんなピンが入ってましたので、こちらを使って K1 と K3 をこれとこれをつなげろと言うているが、どうつながるんやこれ。この状態でここにはめろと言うてはりますけど、つくね。はいはい、こんな感じですね。同じように K4 と K2 もやりますよと。はい、できました。で、この PCB の裏面のところですね、シリコンカバーつけてくださいってことです。これですね。ちなみにこれ、いろんなね、予備の部品が入ってるんで、これ、純正品使わなくてもいいようになってますね。すごいな。かなり丁寧。失敗した時のためとかね、故障した時のためにいっぱい予備のパーツが入っているっていうのは嬉しいですね。はい。このシリコンカバー自体、押し心地の改善にもちょっとは役に立ってそうな気がしますけど、ケーブルを接続してあげて、で折りたたむようにね、このリボンケーブルをしてあげて、ここにこうはめるってことですね。はい。でこのスクリーンホルダーをここにはめてあげて、でネジで留めろってことですね。ネジは付属の銀色の方ですね。ちっちゃいネジがありますので、それを使います。で両面テープですね、こちらを貼り付けてあげます。はい、これでディスプレイをここに貼り付けたら OK ですね。でスクリーンカバーの方に、このボタンですね、これをつけてあげてので保護フィルムを剥がしてあげて、これで普通にパチンと押し込んでやればいいということです。でこのスクリーンプロテクター、こいつをここに取り付けをすると、ぴったりはまる。 OK。 はい。でL1R1 ボタンを元に戻します。スティックモジュールも元に戻していきますと。よいしょ。カバーこれ透明よりも黒の方がいいですね。後ろだけちょっとだけ透明で、前は基本黒と、ここだけちょっと透明になっちゃいましたけどね。全部真っ黒でもよかったかな。いいね。いい感じ。できました。結構作業のステップ数が多
めなので、それがちょっと大変かなっていう感じで、ただ難しさ的にはかなり簡単な方ではあったかなと思います。全然これならですね、普段そこまで分解慣れてない方でもある程度細かい作業得意であれば、組み込み自体はねできるんじゃないかなっていうふうに思いました。予備のパーツもかなり多く用意されているので、ちょっとうっかりネジ類なくしちゃったりとかしてもですね、全然、予備のネジがね大量に余ってますので、そちらもね大丈夫かなとは思いますね。結構なくしやすいパーツとかが割としっかり予備が入っててくれて嬉しいなって思ったところです。はい、そしたらね、組み込み作業終わったので、こっから実際に使っていってみたいと思います。まずは PC につないであげて、はい、私の普段使いの設定入れたんですけど、まずプロファイルの変更っていうのがこの上部のボタンを2回連続で押すとできるみたいですね。はい、4、5、6、7、8で、プロファイルなしですかね。で、1って感じですね。で、上のボタンを3秒間長押しで設定モードに入って、真ん中のボタンを押すとこういう風に設定する背面ボタンを切り替えていってですね、でこの左右の背面ボタンを押すことで、ボタンの設定を変えることができるということで、行ったり来たりできるんでね、結構これは便利な設定ですね。コントローラーのボタンを押して設定するんじゃなくて、こういう感じで、デュアルショック4の背面ボタンアタッチメントっていうね、ソニー製のやつみたいな感じで自分でこうボタン選んでいくっていうタイプの設定になってるみたいです。で、設定できたらこれをもう一回3秒長押しで、閉じるか、もしくは、時間経過でこんな風にね、元通りになるっていう感じですかね。設定モードに行ってですね、設定できるボタンの一覧を確認しておきたいんですけど、まずタッチパッドキー RB、LB、R2、R1、L2、L1、四角、三角、×丸、上下左右って感じですね。LB、RB っていうのが背面ボタンになっているので、DualSense Edge の設定を PC だったら PlayStation アクセサリーとかね、PlayStation 5の本体の方で設定してあげたりしてですね、そこに設定できるボタンだったらですね、この2つだけはここのね、画面で設定できないボタンも設定ができるっていうことみたいですね。なるほど。結構ねそのあたりよくできてるんじゃないでしょうか。で、背面ボタンの押し心地とかなんですけど、まず感じるのはね、ちょっとこういう感じで左右に遊びがあります。ここもねちょっと遊びがありますね。で、上下とかにもね、こう見ていただいた方がいいかな。こういう感じでちょっとこういう感じで遊びがちょっとあってね、動く感じっていうのが結構あります。真ん中の方はこの上下の遊びが大きいかな。はい。なんでかっちり感っていう意味ではね、もちろん標準でついてる背面ボタンね、2つには全く勝てないかなっていうところでね、結構ボタンの品質としてはそこまで高くない気はしますね。押し心地もね、押すまでちょっとギュッと沈み込んでからカチッ、こんな感じですね。ストロークも結構大きいですし、ちょっとたわみみたいな感じも結構するので、結構ね、そのあたりの品質っていうかね、クオリティ自体はめちゃくちゃ高いものではないですね。ただ背面4ボタンになるっていうところでですね、非常に操作の幅が広がっていいかなっていうところですね。ちょっとね、できたらこの辺金属製のねものが今後出てきてくれたらいいかなっていうところですかね。あとはどうしてもこうやってね、根元にボタンがある関係上、どうしてもストロークっていうのはね金属製でも大きくなってくるのかなっていうところがちょっと気になるかなっていう感じですね。やっぱりここのね先端の方にボタンがついてるやつの方がですね、ストローク短くしやすいと思うんで、
そのあたりはちょっと気になるかなっていうところですけど、金属製が出てきたらこの辺をねもう一回交換してあげたいかなっていう気はしましたね。はい、あとはねグリップ部分の方は結構良かったです。ラバー製のグリップになっていてですね、持ち心地とても良くて、そこはね、すごくいいかなって思いますね。特にね、持った感じ、標準のデュアルセンスエッジとそこまで変わらないですかね。でもともとデュアルセンスエッジってサイズが大きいんで、ここに中指ここに薬指っていう持ち方が私はちょっとできないです。こうやってね、持てば一応そういう感じに持てるんですけど、実際操作するとどうしても窮屈な感じになっちゃうんで、こうやってですね中指を外側の背面ボタンに基本置きながら内側をたまに押すっていうね、そんな使い方になるかなっていうふうに思いますね。なんで常に指を置いといて押すっていうそういう操作はちょっと難しめかなっていうふうには感じましたね。そしたらこちらの背面4ボタン化したデュアルセンスエッジで実際にゲームをプレイしてですね操作感の方を確かめていきたいと思います。はい、ゲームプレイの方は Apex Legends のダイヤ4のランクをね、ずっと回してやってきました。で、最初に気づくのはやっぱりこう全体的に遊びがかなり大きいっていうところです。背面4ボタンとも押した感じのね押し心地っていうのは全て同じような感じなんですけど、大体ですねちょっとこう遊びが大きくて、しかもその遊び部分もしっかりバネの反発力がかかっているっていうことで、何も押してない状態からパッと押すまでの時間がちょっとかかるっていうね、そんな感じがありました。私は外側2つにジャンプとしゃがみを入れてですね、内側2つに、武器チェーンとピンボタンですね、この2つを割り当てて Apex やってみたんですが、特に武器チェーンとかね、パッと変えたいなっていう時にですね、ややレスポンスがね悪いかなっていうところが気になったかなっていうところです。そういうね、ちょっとマイナスポイントも確かにあったんですが、別にそこまで大きく問題になるかなっていうとそうでもないかなっていうねところでね、本当にガチガチに完璧を求めるなら、そういうとこも気になるかもしれないなっていうところでですね、やっぱり背面4ボタンになる恩恵っていう方がかなり強くて、そこがね、すごく良かったなっていうふうには感じましたね。特に戦闘中の武器チェーンがスムーズにできるっていうところや、あとはピンがね結構重要かなっていうふうに私は思うんですよね。ソロランは特にそうだと思うんですけど、味方にここに敵がいるよっていうのを瞬時に伝えられるっていうね、このメリット相当大きいです。もちろんそのボタン配置によってですね、ピンをもっと優先して R1 とかにね割り当ててあげればいいんですけどね、私のボタン配置だと R1 をアビリティにしちゃっている関係でですね、背面にボタンだとピンがですね、Y ボタンとかね、そういったところに割り当てなきゃいけなくなっちゃってですね、そこがちょっとね、なかなか背面にボタンではうまくいかないっていうところだったりします。どこをね妥協するかっていうのは人それぞれいろいろあるかなと思うんですけど、とにかく4ボタン追加ボタンがあればかなり妥協することがね、なくなってくるかなっていうところで、私はグレとあとはパンチボタンですね、この2つはそれぞれねフェイスボタンとかに割り当ててたりするんですけど、なんで親指をね外さなきゃいけなくなるんですが、それ以外のところは全く親指を外さずにですね操作ができるっていうところでですね、かなり、快適に Apex をプレイすることができました。押し感のところちょっとクオリティは下がりはするんですけど、 Apex をね遊ぶのであればデュアルセンス1にこのカスタムキットっていうのはね非常におすすめ度高いかなというふうに思いました。はい、以上ですね。エクストリームレート製のデュアルセンスエッジ用ビヨンド背面パドルキットをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。やっぱり背面2ボタンじゃ足りないっていうのがねバトロワ系ゲームではねありがちかなって思います。あとはアクションゲームモンハンとかでもね、背面4ボタンに追加されるっていうのは非常にね操作性良くなってメリット大きいかなと思いました。現状デュアルセンスエッジにですね追加ボタンをさらに追加するっていうね、そういうキットはこれしか出てないかなと思いますので、そういった意味でね非常に貴重な製品だったかなと思います。
どうしてもねボタンのクオリティとかね、ちょっとたわみがあったりとかですね、そういったちょっとね、もう少しクオリティが高ければなっていうふうにね思うところはあったんですけど、実用上ねそこまで大きな問題にはならないかなというところでですね、DualSense Edge をさらに強くしたいよという方にはね非常におすすめの製品だったかなと思います。どうしてもねコストの方も DualSense Edge 本体とプラスで約8000円ぐらいかかってくるっていうね、とても高級なコントローラーになってしまうっていうところはですね、ちょっとね、痛いところではあるんですが、もうすでにね、DualSense Edgeを持っててさらに追加でボタンを増やしていきたいという方はね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。今回も概要欄の方に購入先のリンクや、モノルのページの方のねリンクとかも貼っておきますので、実際に使用された口コミとかも寄せていただけたら嬉しいです。はい、今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。